ロシア・ペトログラードでは、10月25日、ペトログラードソビエトの軍事革命委員会が、首都の実権を奪う行動を本格化させました。ペトログラードには、約24万人の守備隊が存在していました。しかし、兵士の多くは、臨時政府からの命令を拒み、ソビエト側の指示を優先しました。臨時政府は、軍事的支えを急速に失い、次第に孤立していきました。一方、ケレンスキー首相は、早朝、東部を離脱しました。アメリカ大使館の車に国旗を掲げ、検問を避けながら首都を脱出しました。しかし、前線で十分な兵力を集めることはできませんでした。午後、ボリシェビキ側が東部を包囲しました。政府側の戦力は、女性決死大隊、士官候補生、コサックの数百名に限られていました。一方、包囲した赤衛隊と兵士は、数千人でした。夕刻、スモーリヌイ学院では、第2回全ロシアソビエト大会が開会しました。招集はイスパルコムによるものでしたが、メンシェビキと SL 右派は、この日の開催に反対していました。ここで、第1回大会とは異なる決定的な点があります。10月革命直前、ボリシェビキは、北部地方委員会を独自に設置し、イスパルコムを迂回して、各地に代表派遣を要請しました。この結果、第2回大会には、権限不明の代表が多数集まり、大会の代表構成そのものが、事前にボリシェビキ有利へと操作される形となりました。議場では、ボリシェビキと SL 左派が多数派を占め、全国ソビエトの政治的主導権は、大きくボリシェビキ側へ傾いていました。夜、赤衛隊と兵士が東宮へ突入しました。東宮内では、散発的な抵抗が続いたものの、政府側の守備は数百名にとどまり、連携も十分ではありませんでした。突入後、主要な部屋は数時間で制圧され、臨時政府の閣僚は次々に拘束されました。深夜、第2回大会では、東宮が陥落し、臨時政府が崩壊したことが報告され、メンシェビキと SL 右派が抗議して退場しました。残った議員により、レーニンを議長とする新政府人民委員会にソブネルコムが樹立されました。